皆さんこんにちは。ようこそ団蔵チャンネル。今回は団蔵とのりこの休日、岐阜県関市の能修道さんのもとへやってまいりました。こちらは能修道五十嵐先生でございます。今回五十嵐先生に関鍛冶伝承館、刀鍛冶の伝承館、を案内していただくということでやってまいりました。よろしくお願いいたします。Hi everyone, welcome to the Danzo channel. And today we are in the city of Seki in Gifu Prefecture, and this is Igarashi Sensei, our samurai sword master, and then our mentor. And here we are at the Seki, the Ironsmith Museum. So the Igarashi Sensei is going to kindly help us out to take a look at inside. So let's go inside and see. はい、では行きましょう。よろしくお願いします。100年公演でもね、本当は飾ってるんですけど、はい、ちょうど展示会やってますので、展示会ですね。はい展示ご案内です。日本刀とは関鍛冶誕生、刀匠列匠の技。日本刀は日本固有の方法で製作された刀剣です。日本刀は武器であるため折れず曲がらずよく切れることが条件と言われ、その互いの相反する要素を満たすため柔らかい鉄を硬い鉄で包み込むという手法が取られています。これにより外側の鉄は硬いので曲がらず、中にくるまれた柔らかい鉄が衝撃を吸収し折れないのです。このような高度の製造技術と優れた研磨技術から生まれた日本刀、その金線の取れた美しい姿は長い伝統に培われた日本独自の匠の技が生み出したものなのです。 Okay, so for the English speakers, please take a close look at this screen and this is explanation what the Japanese sword is all about. 砂鉄から生成して玉鋼作って、それをまた玉鋼にして細かくします。そこで炭素量をね見るんですよね、多い少ない分けて、鋼になる部分、ね、そしてあとは革鋼になる部分、そういった分けてサンドイッチして一つの形にしていきます。で伸ばしていって、この刀の姿にしてから焼き刃つけます。この玉へし小割りがこれになる。そうですね。でそれでこう熱を加えて鍛錬して、一つずつこのさっき言ったように分かれた時の炭素量の多い少ないがあるんで、それを一つずつちゃんと分けてグループにして、それを伸ばしたのをこうサンドイッチして、革鋼になる場合、真鋼になる場合ね、鋼になる場合、そういう分かれてこれ誕生しています。刀の、これは鋼の作り方なんですけども、現状この刀のよし、よし、よし。交渉。鉄の棒の先端を叩き、熱くして火をつけます。
玉鋼を熱しながら叩いていき、6ミリ前後の厚さに薄く伸ばしていきます。板状になった玉鋼を小槌で細かく割り、その断面を見て硬い鋼と柔らかい鋼に分けます。刀鍛冶のジオラマ。これが鞘ですね。ごめんなさい、ですね。良質な部分だけを下地を削って木でね、そしてサメを巻いて、これからまた力を巻きます。同じように刀を乗せてね、型を切ります。で中を本向きに線を描いて、のみで削って最後に回収して合わせます。そういった文化がね、人々が入っています。鞘の材料はコウノキを使うんですね。昔からコウノキですね。軽く粘りがありますね。粘りって柔らかくて、油とかそういったそういったものつかないんですよ。加工がしやすくて。あとこれは塗り物ですね。上塗りからね、いろいろします。重ねることによってまた層が太くなるので、それを取り出します。こっちは研ぎですよね。そうですね。これの研ぎもいろんな形で粗いのから細かい仕上げから最後つけます。こんな形でね、成形されています。この一番の南蛮って南蛮って今までもこれもあるんですけども、内ごもりまでね、だんだん粗いやつから細かくしてます。そうですね。石によって自分は8000番での砥石もこの間買いました。1万番ありますよ。1万ね。いや、だから自分もね、この形でだんだん細かく仕上げています。関の当主ね、元重と言われてるんですけども、鎌倉時代。鎌倉時代ね、元寇が攻めてきます。でそこに幕府がね、一応内地で武器を作るぞという形で、太宰府から当主元重が鎌倉幕府の命を受けて関まで来るんですよね。その元重が当主と言われてますが、これはね、言われてるだけで本当かどうかは分かりません。この一個。あと金樹、これも古いんですけど、金樹話です。大和から、こういった形で関にね、室町から関の方に移ってきます。これ金光、これちょっとこじんまりしてるんですけども、これお公家さんとか、ね、そういった人たちが持つ色灯ですよね。こちらの関のね、金の金も一応有名ですよね。野貞の刀はうちになりました。本当に素晴らしいじゃないですか。なかなかちゃんと線条を使ってます。素晴らしい。関というとやっぱりね、金貞、金本、あと金内さんもありますね。古いのは一応さっき言った金樹。400年前に活躍した刀匠ですね。もうちょっと古いかな。これなんかは裏年季が入ってますよね。天正13年と。
あもう関の方でなかなか裏年金入ってるの少ないんですあ、なるよ。ほど、ここですね。はい、でやっぱりこの人が、東証に金永さんに自分の刀を作ってくれって言ってオーダーしたんですね、これ。なるほど。オーダーメイド。はい、オーダーメイド。波紋もいいですね。そう、波紋もね、本当に東証さんいろんな独自のね、波紋で。これもこの波紋もまあ、なんか乱れて、乱れ波紋。そしてあと、暴れてます。そうですよ。実は金内さん、また金房ね、よく似てますね。ですか。ちょっと光っちゃうかな。雲のような。そうです。この下のこしらがこれ天正こしらかな。天正に天正こしら。藤貞作です。ですね。しのぎ作り三峰身幅広めで先反りがややつき中期先伸びる期待は痛めがよく積み全体にややしらける波紋は2つ連なった大具の目を主体としながらも具の目長寿や尖り場が混じりところどころに足が入る氏貞は関鍛冶の全城派の刀工金房の子で若さの神氏房の兄弟とされる刀工名分に泉の神左近の絵の少々金の少々と名したものが存在し関をはじめ岐阜や尾張においても作刀を行った重要美術品一国氏貞の作者であるこの刀は板目の機体に大きくのたれた焼き場箱がかった刃文が焼かれるといった氏貞の特色をよく表した作であると。おみたいな大きいやつよね。はいですね。どうぞ関刀鍛冶の世界をご確認ください。まあ、関のね日本地図、はいで日本地図があって五家伝、ね、はい有名な産地が5か所あるということです、ね。あ五家伝作刀の代表的な美濃は関山城備前以前大和山城大和山城とでそして美濃宗主、そして美濃宗主、神奈川ですね。まあ、それぞれね活躍した時代は違うんですが、はまた伝も違うんで、まあ、歴史とともにまた伝が、発達していきます。はいどうですかのりこ。すごいですね。関はねもともと室町はいの、まあ、鎌倉って書いてあるんですけど、まあ、室町はねやっぱり大和山城今のお寺さんとかなんだろう公家さんが力あったんですよね、その中で、まあ、現状大和山城の方の文化が栄えていって、室町終わりになってくるとやっぱり武士の時代になるから、そうすると今度こちらからの注文がなくなってくるんで、まあ、美濃の方にそういった武将が集まってたから流れてくる。なるほど。はい、まあ、関はみんな大和から流れていてそうです。新知能のコーナーが行われます。神社では奉納の際に使用された日本文化の真髄日本刀ですね。ものづくりから技術金打ちとかいう金なんですね。はい、魚金と言います。はい、これも金ですね。魚金の金です。まあ大和の時は、ね、包む金だった。ああ包むかね。で関に移ってからこの魚金の金を使ってました。まあこれが一つのね関のこの金がついてるのは関に関係あります。ですから、はい沸かしてね玉鋼にして精製していって、
で小分けにして玉石にします。はい玉石にした中の炭素量がいろいろあるんで、分けて鋼になる部分、ね、革鋼になる部分、それぞれを伸ばして一つの材料にしてから最後こういった形でねサンドイッチして伸ばしていきます。こちらは幅木を作る時のね順番なんですが、はい一応銀をね、板を伸ばして、そして刀のね形にするためにまたハンマーで打っていきます。最終的にこういう形にしていきます。中野に投資以外にもヤスリネを入れます。幅木やパーツがいっぱいありますね。そうですね。すべてがハンドメイド。はい、手作りでね、はい。このほうの木、ほうの木は柔らかくて加工がしやすい。そして油とかいうのがね、木の中に出てこない。だから根とかなんか出ないんで、一番刀を保存するのも適しています。こちらがこちらの同じほうの木で作った鞘の鞘ですね。はい。中をね、刀に合わせて切っていきます。刀に合わせて。はい。この先見てくださいね。はい。この先ね、これ僕らで言うと中のこういう口削るんで、ゴミがですね外に下に溜まるようになってます。なるぴったり作ると入らなくなっちゃう。あちょっと抜け感を。そうです。これ無理ですね。はい、そう鞘ですね。これも下地から、ね下塗り、中塗り、上塗り、重ねてってきれいにしていきます。どうでしょうね。これが時ですけども、時ですやっぱり粗い年からだんだん細かくしていきますね。だんだん目が細かくなるとこうなってきますよというですね。あと石によっては研ぐのがね切りから始まって斜めになっていく。それからこうやってね上下にさせたりして、石によって刀を研ぐ時のね研ぎ方が違います。で刀のその着替えした刀ってそれを模写して作ってます。それは蛍丸は現存してあるんですね。昔あったのかな、それを作ったんですかね。来国として書いてあるな。復元されて蛍丸伝説プロジェクトで復元された三振の大太刀のうちの一つ。阿蘇神社に奉納された。なるほど。阿蘇神社に奉納された。皆様いかがですか。日本刀の世界。これからね、日本の文化、日本刀を世界に広めるために、私丹蔵もその世界の皆様にね、日本の文化を楽しんでいただきたいと、刀を振ってまいる所存でございます。よろしくお願いします。今、この技術もないですよね。刀身にね、本当。何ですかこれ。取れる。本当ね、すごい。こんな細かい仕事できないですよね。どう。絵は見えますね。すごい。すごいよね。すごいですね。これはすごい。もう本当こういった技術がね、ないんです。うわー、すごい。本当に。刀にずっとこんなに刻印してあるんですよ。だってこれ昔拡大鏡ないですもんね。ないです。普通にコツコツ書かれたっていうところだってでもこの時代まだあると思うな。なんとなくルーペ的なものにしてもですね。どうですか。このブラック黒の鞘に紫の多いですね。またサメも黒くなって嬉しいですね。渋く感じますね。強く感じますね。これは
サメは黒漆なの？そうです、漆ですね。いいですね。黒漆、もう黒漆で鹿革巻きなんてのもかっこいいかもしれませんね。ああ、で、天正でありますね。どうぞ。あ、揚げ八丁ですね。ヘルメット。ではあ、この2回です。2回ありますか。はい、いきます。一緒に行ってて。今のあれです。特別展ですね。特別展。おお、どういうことですか。すごいですね。すごい。手にはさるかな。ちょっとこれ水分まですごい。中身入ってはないんですよ。中身はね、作ってないです。あ、長いですか。すごい。上に参ります。ドアが閉まります。2階でドアが開きます。下に参ります。こちらですか。お邪魔します。すごいですね、こちらから。赤羽島ですね。岐阜県の赤羽島。これ戦争終わってね、進駐軍が、はい、刀を持ってったんで、はい。接収された刀剣のうちに。なるほど。ちょっとで読みますも価値。があるね。はじめに、なるほど。赤羽島とは、第二次世界大戦後の日本の武装解除の一環として、GHQ、連合国軍最高司令官総司令部に接収された刀剣のうち、後に美術的歴史的な価値を認められた日本政府に返却されたものを指します。こうした接収刀剣は、当時保管されていたアメリカ陸軍の第8軍兵器補給병の所在した東京都北区赤羽の地名から赤羽島と呼ばれています。戦争に負けて取られた刀。接収された。でも返してくれたんですね。偉いね。それを席で新しく蘇らせようと。そう。関氏が、いろんな感じっていうのが、ね、すごいですね。さあ、すごいな。もう大変ですよね。ね。この刀すべてアメリカに取られちゃったんですね。そう接収された。接収でも綺麗に蘇ってますよ。でもちゃんと戻してくれて確かわあ。なるほど。やっぱり米軍も日本刀を100人ぐらい振りかざし突撃してきたら怖いでしょうね。機関銃でやられちゃうからあ、いや、まあ実際そうだと。それでも突撃せざるを得ない。すごいですね。
まあ、時代とともにねやっぱ形が違ってってね、まあ、江戸時代になるとどちらかというと戦いなくなるので、まあ、どちらかというと派手な刀、刃文も派手になってそうなってますね。だいぶ反りがあんまりないような浅いですよね。なぜかというと、まあ、武道の中でやっぱり武道の中の技として刺す技が多いんで、それが少ない方が。そういえば幕末なんかは切っ先が両刃になってるようなのもありますね。両刃幕末になるとね復刻作るんでね、ちょっと室町の初めの帽子の大きいゴリッとしたやつがまた大敗としてね蘇ってくる。両刃あるやつは室町の終わりぐらいですね、でそれのまた復刻がまた幕末にもあります。そうですよね、いやちょうど昨日行った東照宮のその宝物館というかそこでそれが展示してあって当時幕末で使われてましたみたいな、こんな月のいいんですよなんて書いてありました。でもまあそうです、反りがなくなってくると。なるほど。でもこれぐらいの方がなんかかっこいいですよね。実際戦うとしたら薙刀とか槍の方が強いかもわかんないですよね。刀は権威の象徴でね、あれなんで、いつでもいけるぞと。はい。こういった三本杉、まあ、時代によってちょっとこの刃文がねはっきりするものと、少し乱れたのとあるんですけど、ちょっとこれ古いかな。ナイフ、関のナイフ、ナイフもいいじゃないですか。ナイフも作ってるんですよ。スパイダルコいいじゃないですか。関の、刃物、包丁は、まあ、関のねやっぱ刀の技法を、応用して作られて、で折れず曲がらず、それのもの丈夫な形で長持ちしてます。なるほど。春日神社。大和から移住してきたと。分類を。なるほど。春日神社ですね。はい。これですよ、これ。これね。これ何ちゃんってな。名前な。そうね。キャラクターはです。だって耳に刃物ですよ。なかなかもうすごいですよ。頭から刀が生えてるキャラですからね。それよりこっちの方がいいね、皆さん。こっちの方がいいですね。武将キャラでいいじゃないですか。実物大系みたいな、二次元だけどね、二次元好きの皆さん、はい。すごい小顔です。こっちの方がいいよ。はい。すごい小顔。ね、二次元。はい。二次元武将。そう。ね。皆様、関の、刀鍛冶伝習会いかがだったでしょうか。なかなかの内容で、刀、侍の里。特別展示も良かったです。はい。はい。英語の説明もあるので、日本語がわからない方も来ても OK です。ね。ああ、そうです。隣がね、はい。関テラス。お土産品からちょっとした展示まで。はい。ああ、綺麗な橋を渡ったところですか。ここは何川って言うんですか。関川。はい。ああ、桜ですね。どんな感じなんでしょうか。下降りれるように。はい。夕涼みに。こんな感じ。どう？いいですよ。いいですね。今日でもやっぱりノブヘ暑いですね。北海道と比べると。
あ、いいな、これアーティスティックな。あ、関テラスさんですね、こちらがね。ね、関テラス。あ、おしゃれです。ね、おしゃれではないですか。若い人たちが学習したり。あ、本当だ、ローカルの高校生が。あ、迂回グッズだ。ねえ。おお、かわいい。1300年。1300年の歴史ですか。はい、観光マップです。はい。ゼロ式。ゼロ式、すごい。ゼロの刀ですね。完全に研ぎ出してないですね、刃までは。一応刃はつけてない刃はですけど、つけてないちょっと研ぎました。一応研いで。はい、まあ、順番こんな感じでね、はい、ゼロ式という。ああ、ゼロ式。デザイナーの方がこの形を作って、で僕と実際作ってたんですけども、きっかけとしてはやっぱり関のね、はい。技術で、まあ、こういったものができましたよと、はいできたよと、みんながねびっくりするような作ろうと、そうですね。こういう形で、まあ、こういったゼロを作ってます、本当に東証さんはじめね、時さんもそうなんですけども、この丸を作るっていうのはすごく、ね、大変なんですよ。部分部分によって熱で収縮が違うから形がこう。まあ、基本的にはね、刃は外つけてあるので、それをやっぱり叩いて伸ばして、まあ、この中の円形にするのはすごく大変ですね。作るのも3本作ってるかな、これ。うちやっぱり文化がね、今廃れてきてるし、まあ、そういった形でね、関の文化で技術でこういったものができるんだっていうのをアピールしてね、まあ、町おこしになればいいなと。技術ってすごいんだなと、ね、みんなに見てもらって、まあ、みんなで集まってるんですけど、1年まあ、ここは大体そんな感じのね、展示になります。はい。で、こっちがショップなんですね。そうですね。で、隣にまた刃物会館がある。この小山はなんか面白くない。ね、昔あったって聞いてますね。ここは刃物会館で刃物会館。関へお越しの際はお土産物は刃物。昔ね、刀おお。作ってた場所で、そっちに発信して、ここでね、関昔作ってた。そう、ここで体験コーナーですか、これ。まあ、どんなものか自分で手で触って、はい、分かる。まあ、関で作られた包丁を使うと、金で作られた包丁を使うと、スパイダルコも関なんですか。スパイダルコも関なの。ホールディングだよ。フォールディング、折りたたみの、でメーカーはスパイダルコで、あんなんだね。なら関なの。まあ関なんですか。スパイダルコだ。愛用のない。まあ、関も振った刃物会社。はい。
包丁にしてもらいましたね、あるんですけど、今ね、ヨーロッパでは結構ナイフ、あと包丁はね、やっぱり切り味いいっていうか、うん。同じようにね、感動してるのね、包丁に作るのね、あこちらの材料からこうです。あ、なるほど。こっちは洋包丁、こっちは和包丁。そうか、こっちだからだんだんこうなってますっていうですね。あ、はい、こっちからこう作られてきますよって。こっちからこれずっと一連そう一連の工程ですね。やっぱりそのプロの人は地元の刃物屋さんのプロの刃物屋さんがいるから。例えばちょっと宮分さんみたいな。だからそういうところはちゃんとその料理人にここですよって言ってプレゼンするんだと。プレゼンしたり取り寄せたりここはもうしてあげてる。本当に作られるメーカーものづくり流通はそういう各地の専門店。ショーケースみたいな感じですね。なんか一枚物で我が家のと似てますね。あらいいね。ここちゃんとショッピングも全部できるんですよ。これでローストビーフですそうだね、牛刀、ザ牛刀だ。皆さん席面白いでしょ。面白いですね。お料理好きな人も来たらいろいろ、ワクワクするんじゃないでしょうか。刀好きだけじゃなくて。皆様いかがだったでしょうか。関の、刀鍛冶伝習館伝承館と、こちら岐阜刃物会館です。関テラスですよね。ね、関テラス。はい、今回は関をご紹介いただきました。こちら、関能州堂五十嵐先生、ね、今後ともよろしくお願いいたします。また遊びに行ったらぜひ。春日神社です。関の春日神社です。お参りしましょう。はい、参りましょう。ね、こちらは関の刀鍛冶の氏神神社。こちらで制作の成功の、お祈りをして祈願をしてから刀制作に移るそうであります。何でも山城の国奈良大和より関にやってきた刀鍛冶の信仰する春日神社をここでお祭りしたとされています。しょうがない。当初です。あ、当初さんよろしくお願いします。へえ、ここで実際に刀を作られてるわけですね。へえ。カレミさんのはいジェネレーションね。これはいこっちはおじいちゃんなのかな。へえ。これカレミさんおじいちゃん。おじいちゃんおじいちゃん。おじいちゃん金道からやった。金道はあ、おじ本当は金時やけど、うん。金道に変わったの。へえ。三代目。それでこれがカレミさんのお父さん。お父様。ちょっと戦争で負けてからちょっとやってねえでね。はいはい。ああ、なるほど。刀は20はいはいはい年、20、30年やってませんうね。ん。それから今の金光さんになって、はいまた金光さんの息子さんが金時とついてます。ちょうどの席でね、この刀金の作ってるんです。へえ、すごいですね。これで打つんですね。そうやね。これ本当は昔はこれでやってた。ああ、今ははデモンストレーションだけ。い。なるほど。実際には機械でパンパンとする。カ
簡単に玉鋼のやつ説明ではい。へえ。この本当に土間も土間ですね。これが今の島根で、うんあ出雲の国で出雲の、ははいい、日東玉宝。ちょっと持ってみてください。はい。ああ、なかなかずっしりことれしたが大体10個ぐらいね。10個ぐらいで日本刀日本と1本。一本。さあ、これでも、パッと見て1キロはありますね。 1キロある。 1キロある。大体1キロ1キロ1万円。 1万円。はあ、すごいですね。これで、何個でしたっけ10個ぐらい。 10個。10キロで、じゃあ20分の1ぐらいになるんそうですね。不純物が出不純て、物が出てねそれとそれからどうしても酸化皮膜が出ますよね。はあは鉄をはめると。ええですから順番減っちゃうんですよ。あ。へえ。これから日本刀になる。はい。はい。玉。で今はこの総打っては、はいこれは不意語。あ、不意語で。不意語でこう。ああ、不意語で風がこれ出ますね。はははは。これで温度はだいたい1000。融点がね1560って鉄の、はいそれはまあノーカーボンの場合ですけど、カーボンはどうしても上がると1200度から200度で溶けますね、で最初はまあ脆いですから、はいお餅のようにええ何回もやってやっと粘つく、不純物がどんどん出ていってですね。それとこうやっぱり炭素量が少しずつはい。なくとずくなんですから、あこのままの状態ですと歯こぼれますのでね、今まあ、現代刀は、まあ、鑑賞とか、まあ、切ったりしませんので、はい。手に抜かれる方も見えるかもしれませんけれど、本来は折れず曲がらず芯金も全部入れて、作っておりますね。なるほどはい、まあ見た目ではなくて実用品としてちゃんと切れてうんそれがもう前提です。粘りもはいパキッと折れてで月に1回あるんですよ、登録審査。はい。専門家が見て、これは美術品と認められたら登録書いてあげるんです。ああはい刀作る時に一番難しいっていうのはやっぱり何ですか？まあ、やっぱり刃文焼きを入れるのが一番難しい。焼きそれが一番焼きを入れるとよく言えますけど、ものになるところです。はい。間違えば半切れがありますので、揚げすぎたり。で、二度目の焼きはやらない。やりますね。やりますはい。はいどうしてもすぐ剥がすと、ええポツッとこう入ったりすると、もう一回やり直し。まあ、あんまりやるとダメです。やっぱり2回から3回まで、はい、やっぱりどうしても鉄って悪くなりますので、そうした場合はもう一回切って牛タンしてこういうね、もう一回再生するんですね。ああ、これもう一回はい、それを溶かして。なるほど。また作り直しですね。そうそうそう。えそれを理解して何回ぐらいなんですか？これはね、下着台と上着台と言われて、何回ともやれるけど、全体で大体12から15。あ全部通して。で、このような昔の、こういうのも溶かすんですね。ああ、これ重心じゃないですか。有効ですね。方向ですね。はい。ひなこうとですか。かね、昔のおぼきのこ。あああいうのあ、むしろそういう昔の鉄が材料として良かったりすら、そうです。そういうことなんですね。ここにもありますけど、京都のお寺とか、はい。ちょっとこれ重心触っていい？大丈夫でしょう。はい。重さとの。なかなかね。これは姫路城とか、はこれは京都のお寺、あ。はいはいはい。こういうのもとか。ああ、テレビで見たことありますよ。はい。奈良東大寺のはい解体した時に出たそう、鉄釘これはで打ってる。東照会で分けました。姫路城。昭和の代から宗はい。一人50キロぐらいあったんですね。割り分け。これは京都の妙心寺。妙心。妙心寺。これは妙心寺から直接これで箸を作ってくれる。で、これをたくさんいただいたんです。なんかありますね。結局これ炭素量は違う。
これは柔らかい。柔らかい。柔らかい。昔の玉鋼、今ありましたね。釘ですこれに硬いところとか柔らかいところどうしてもできるんですよ。は柔らかいところこれですから。あ硬いところ、一番硬いところは釜を作るんですよ。釜釜。お茶に使う釜ね。あれは銑鉄でできます。あるじゃん。いろんな鉄の材料をミックスしながらいろんな肌が出る。で、玉鋼は白としますと、これが黒で白と黒を混ぜてると、その肌になるんですよ。もうそれはこう、そういうイメージして重ねてそうです作っていくんですね。そうですですから、やってみてできたらこんなんできたんじゃなくて、あらかじめその大体12回やると20万層になるんですね。そこからもう1回やると40万層になるんですよ。なるほど。そこでもうガラッと変わるんですよ。で、もっと古いところに行きますと、鍛錬しないですね。要するにこしてない。消毒出してない。成り立ったのは平安から。直東時代は北ってになる。でも、鋳造じゃなくてもともと鍛造ですよね。鍛造ですけど、ただ鉄を伸ばすだけ。伸ばすだけ。伸ばして焼きを入れる。それが進化して戦い方が違ってきますよね、平安。どうしても戦うと折れますよね。ですから順番変化してくるんですよ。で、反りがついて、馬上から切りやすくなる。だから古いほど長いです。それと槍とかが多いですよね。その直刀の場合だったら、もしかしたらもろ刃だったりするもありますけど、片刃が多いです。片刃が多いですか。ということは両手持ち。両手。なんかこう両刃の直刀っていうと盾持って片刃のイメージが多いですよね。それはどうしても中国の方から渡ってきましたので、最初はそうでしたけど、日本は独特にそこから変化してるんですね。気がついたら盾も持たなくなって両手で持ってこう切るようになっちゃってね、なかなか独特な戦い方。よくあるように平安時代の戦い方は1対1、我々殴りながらやる。順番この戦国時代になってくると戦い方が変わってきて、それからずっともっと下がると鉄砲が入ってるんですよ。それから刀が短くなるし。で、江戸時代後期になるともう戦争しないから反りが少なくなる。昔の東條さんってのはやっぱり槍とか薙刀も結構作ってたかな。多い。多い。実際そっちの方が関ヶ原では槍が一番活躍した。鉄砲もそうですけど、やっぱり槍が一番。まずつくがやって。いやーって言ったらやっぱりつくだけ。でも東照の刀鍛冶の槍とか、本当に実際に使った薙刀っていうのはそんなむっちゃ出てきてないっていうかな。薙刀はね、要するに僧侶とね、女性が多いよ。僧侶っていうのは分かりますけど、なんていうの、比叡山みたいなところ、あれもなんかね、僧兵のシンボルみたいな感じで、薙刀ですね。あとは女性がよく城内でもってやりますよね。ああいう形で。なんか女性持ちっていうのはこう薙刀だとこう遠心力でね、ある程度こう自分の身を守りながらこう振っとけば敵も倒せるんじゃないかみたいなけど、槍でもこんな短いのもあれば、長い日本語とかね。槍作る人もやっぱり昔から東照さんが作ってる。東照が。そうやけど、要するに百姓刀って昔お百姓さんが兵隊になるから兵隊じゃなくて戦争になると借り出されるんですよ。そういう時に侍刀っていうのは中華辺のこの辺が短いので、ほんでその田舎鍛冶が勝手に作ったようなものが槍にも現れてます。それでよく戦時中火を焚いた時に刀でかけ回したりするものですから、先がなまってるのもよくあるんですよ。槍も難しいんですよ。あれまっすぐですのでどうしても、焼きを入れると反ったりはしますので、やっぱりこう反りがない方が難しいんですね。そうですよね。でも反らすこともできるし防ぐこともできるんです。これは南北共通している形ですので、
この時期が一番名刀ができたりとかですね、政宗とか、はいその辺が、なるほど。それとか備前の長船とかね、はい。五家伝って5つの国がなんか聞きましたね。主先ほど伝書。備前のサフネ。岡山にもその長船博物館っていうのもありますね。はい、それと同じようなことをやってますね。はい。もう今現在だと本当に関か備前か、あとはそうですね、現在九州も結構多いんですよ。本当は山城大和が多かったんですけど、もともとはね、はい、どうしても散らばって、はい、昔はその平安時代は五番火事といって後鳥羽上皇が好きで、順番を荒らせてやっている時代があったんですけど、後鳥羽上皇といえば上級の変かなんか、そうですね、その辺ですよね。島流しになりました。島流しになっちゃいましたね。頑張った。でも辺は刀大好きで。はい。それから信長が刀を集めるようになったりね、みんな功績上げたり、上げるっていう。ね、土地はもう上げたってきりないですからね。そうですね。ある人がもう茶碗と刀とは、そういう名誉とね、恩賞で。ですから土の出るところは刀なんですよ。刃文をやるには粘土で出ますので。ですから備前にも備前焼があります。美濃にも美濃焼があります。で大和にも萩藩と何だっけ有名な楽焼か。楽焼ね。京都のね。でその粘土がその刃文の特徴を出させる。なるほど。はい。粘土全部違いますね。もうその土器と鉄器っていうのは同じ。それと昔は今は出雲地しかやってませんけれど、各土地にありましたので砂鉄は。そういう地方省もそういうところも出ますね。北海道でも室蘭で玉鋼作ってる方いらっしゃいます。この間ちょっとお伺いしたことあります。うちの親、先代の親しくしていまして、よく交わした手紙がありますけれど、堀井さんかな。今やってる息子さんが私と一緒で、あそこはいいや、室蘭製鉄バッグがあるね。いいですね。ちゃんとね、玉鋼ができないと。そうですね。まだ新しいですからね。年に何振り？月に2本。月に2本。15日で1本できるだろうという。じゃあ24本。教育。頑張りましょう。どうしてもね、中に空気入ると後に傷になるんですね。ボラにあるのが傷ばるので、もう傷で復活とか何本か貯めてと5本で大体さっきぐらいになるんですよね。これはもうできた。そうですね。あとは本体見てください。よろしいですか。どうぞ。まだ綺麗になってませんけど、抜いてください。抜いていいですね。刃ついてませんね。わかりました。刃ついてない。半分抜ける。抜けない。できます。だいたいそれが 1.7 ぐらいかな。すごくいいですね。それの。でもちょっと切っ先にストレートに。いや、そんなことはね、やっぱり鳥居沿いですよね。一応は。一応ね。まっすぐにもできますよ。しのぎを叩けばまっすぐできます。これから今度は研ぐ。これからこの砥石で順番薄くしていくんですよね。そっか。
まあこれ研ぐことによってピシッとこう厚さも。まだちょっとよじってますので、よじ取ってきますよね。はい。そうですね。これで火を送るんですよ。これが火掘るんですよ、ここに。あするんですよね。あ、はいはいはい、火を入れてね。はいはいはい。最初細いところから順番してこの粉まで行って削っていくんですよ。ああ、なるほど。これのね、このところで。はいそこは柔らかいですから削ります。あ、刃は硬いですから削りません。砥石しか当たりませんけど。この部分ですね。はい。ありがとうございます。はい。当ててください。あ、大丈夫ですよ。いいですか。こちら仕上げ。仕上げと目を切るところですね。名前入れますよね。よろしいですか。はい。これ刻印をして。刻印じゃないですよ。鋼で切るんですけど。はい。これでこれで鋼でカンカンカンと。もし鑑賞用はこのぐらいになりますね。さっき言った南北のちょっと身幅があって、頭が帽子が大きいというか、落ちのない。はい。でもこれにもこう火を入れて。そうですね。火は日本火でもどういうでもできますけれど。もうこれでももう一回溶かしてよ。これはもうできてる。これはできてる。これできたです。できた。あと下はこれ傷もばっかり。これも半入れ。でもちょっと磨いてから出るって感じ。そうです。刃を移したらピチッと出てくる。ひも掘って全部やって出して細かくしたから出てきた。ちょっとよろしいですか。物打ちですよ、出るのは。切るとこです。物打ちこの辺。こういうのとかですね。いや、もっとここについてる。これ印がしてありますよね。赤い印。これだ。そうですね。縦に入ってる。ここに入ってる。縦に。光でわかるかな。こうです。わかんない。そのくらい微妙な。いやせっかくここまで作って。これもそうですね。いやここまで作って。ちょっと出るんですよね。妥協は許されませんね。いやでもこれかっこいいじゃないですかこの。この火をここで大胆にこう入れながらも。全部走行でやってしまったら。これもそうだと思うな。これ光っちゃうかな。これである。ね。はい。そうなん。なるほど。電柱差しって言ってね。好きな人もう。普通の脇差しはしのぎがありますけど、これはすごい電柱です。ベルトで回るんですね。そうです。これは昔の刃物、どうしても型が作れなかった時に、ナタとか包丁とか、いろいろ作ってましたので、その名残があるんですよね。見てください。刀。全部見てもらうことで気づかれて持ってもらっていいよ。いっぱい作って手作りで作ったってもう最後磨いたら大体25分から30分いるんですよ、炭が。どうしても高くなりますよね、刀は。
これだけので、ここ実際にはこうもうちょっと短くするんですよね。7寸ノブというのは今意外との方は大体ちょっと長めの方がいいと言われるね、バランスが。短くすることはどんなにもできるんですけど、いろんなお客さんがいます。今酒場島が流行りでね。すごいですね。ルローニケンシン。ルルーニケンシン。ありがとうございます。いえいえ。あそこちょっと手汚かったら洗ってください。すみません、ちょっと。ありがとうございます。すごいですね。こうやってですね。ありがとうございます。ここにちょっと切ったのがありますけれど。これ切って切りを入れて折り曲げるそうと。今度鍛錬所へ持っていくために用意してあるんですよこれ。うん芯金をいいの使うともったいないから、はい。手で叩くと減っちゃいますので。でこれわらばいですよね。わらばいこうつけて。わらばいをつけて。わらばいつけて泥先いった粘土。で保護するんですね。アルミホイルで。で芯から鉄が湧くように。そうすると不純物と一緒にホールの下に溜まるんですよね。スラグとなって。金光さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。刀作り、素晴らしい刀作りね、拝見させていただきました。大変勉強になりました。ありがとうございますね。では皆さんも刀作りの現場楽しめていただけたでしょうか。向こうに研ぎ場があります。研ぎ場、今作ってるわけですね。そしてこの真ん中がね製材所。一番後ろに今研ぎ場があるんですけど、ここをちょっと今リフォームしてます。今リノベーションして作ってるところですね。いいですね。お邪魔します。ここは昔僕が続いたところなんですけど。刀剣工房。でここ刀剣工房に研修センターですね。お邪魔します。失礼します。どうぞ。いやもう木の香りがいいですね。作りたて。これはもう技術者を育てる研修センターですね。一応能代の工房でもあるんですけど、はいまた新人が入ってきた時に、ここで時の勉強ができるようにね。なるほど。頑張ってますね。本当にそうしないと職人がね、育たないし、またみんな年になっちゃうんで、だから先生方が元気なうちにね、次の世代をね、やりたい人を育てて、そんなところでここを作りました。向こうでもあるんですけど、向こうは荒研ぎして、こっちは荒研ぎして向こうは仕上げにして。なるほど。ここが、ちょっと段差あります。ここもスモール道場ね。スモール道場ですね。いいですね。今結構インバウンドの人も多いんでね。そういう人たちに居合の体験。そこでバットを体験して。いいですね。カーポートじゃなくてバット体験。バット体験終わったらバーベキューっていいですよね。この間ちょうど今度の TBS ね、今度16日に放映される。そこで伊藤英明さんたち、岡村さんとかみんなここでやったんです。本当ですか。いいですね。だから武道会体験ね、居合とバットとね、そういったのを体験してもらって、日本ではこんな面白いことやったね、体験して帰ってもらえればね、そうですね。素晴らしい。さっきの東証さんとこも言ったんだけど、やっぱみんな陶芸師が今不足してるので、そういった需要と供給を作るためにね、一つのイベントをしよう。いいですね。どうぞ。よし。どうぞ。現代の侍スーツ。いいですね。これはそうか、ベルトがないのか。ベルトなんですか？ベルトないですよ。ないです。ない。すごいね。ちょっと逆光になってしまうので。
はいはいはい。いいですね。どうですか。あ、いいですね。このものが。どうですか。で、技によってはね、はい一人一回ですけど、まあ、ちょっとした相撲ということで、そうですね。やっぱり太刀打ちいいですね。あ、そうですか。はい素晴らしい。でもこう体重を乗せてね、はこう次元流みたいな仕方とか、うんやっぱいろいろ振ってみる練習する。自分はこうどっちか手首のい。この柔らかさと切り返してうん。どんな時でも切れるかなという、うん。それがなんてただこうふにゃふにゃするんじゃなくて、ちゃんとこう切り上げる時のうん。動きがスムーズにいくようなことを意識してうん。扱うようにしてます。さやはどちらはい、そうです。すいません、ちょっとはい、いいですよ。ね、素晴らしい。はいこんな感じでね、ここでみんなでね、インバウンドを教育できるといいなと。いいですね。はい。今度までちょうどね、20何日かな、はいオーストラリアがね、来るんですよ。いや、今度セミナーがあるんで、いいですね。集団診断が。はい。まあ、ここまでできて、まだ使ってないですけど、いいです。まあ、ここでまたみんな休憩したりね、はい。今またちょっと人間として、まあ、ここでさや作ったり、はい。まあ、はがきを作ったり、つかまきしたり、まあ、そういう職人がね、一つしようと思って、まあ、ちょっと一つ部屋として残してます。はい、やっぱりね、仕事するとこがないとできないんでね。まあ、こっちはトイレとバス。はい。これ研修。あ、畳の部屋ですね。まあ、ここも畳の部屋でね、宿泊できるよ。で、まあ、ここがね、仕切りができてて、まあ、ここで刀の勉強会もして、はい見て楽しんで使ってたりして、まあ、そういった勉強に親しんでもらおうかなと思って。はあ、ワークショップ会場ですね。はい。こっちは、こっちはまだですね、ここちょっと事務所でしょ。なんかオフィスですね。はい。まだちょっと準備しないといけない。はい。こんな感じ。へえ。そういった形でここを活用してね、文化を残すための、まあ、一人でできない人間が協力してもらって、頑張りたいなと思います。すごい、でも一軒のお家ですけど盛りだくさん全部がここに集約されてますね。どうしたいはい。ここはうちの親父が50年前に作ったと思います。ああ、でも綺麗に改装されて、そんな風に見えないですね。そう、おも庭もともとこれじゃ置いてたんですね。この石に。そうそう。お庭は。ここをね、50年前に親父が作ったという形五十嵐先生はこのお家で育ったんですか。この製材はなんでこんなにいっぱいあるんですか。これなんか使うんですか。それは鞘の棒の木で、鞘のああ。棒の木原材料ですね。鞘の原材料。でもこうあんまりこう針葉樹みたいに反ったりしない素直な木なんじゃないですか。まずこ
ここ外で乾かして、でそれ終わったら今度また、これ今の雨降るんでいいんですけど、それから今度空気して、でまたここ持ってます。本当はね、2年ぐらいで寝かさせるでいいんだよ。多少はこうね、普通板って反りますもんね。そう暴れたり。だから反らないためにはずっと、1年ぐらい乾かして。2年ぐらい3年ぐらい。なるほど。これはまだ1年目なんですか？そう、まだこれはまだこれだけ。新入りですね。なんか新しい感じです。濡れてる。まずは濡らしてここでまだ乾いたらこっちに、それからまだこんにちは、お邪魔します。はい、入ってください。はい、お邪魔します。すいません。平賀君がいいらしいじゃない。すごいですね。騙されちゃいけない。騙されちゃいけない。すごいですね、山本さん。いやいや、何言ってんですか。ちょっとやめてください。しのぎを解いてるんですね。峰ですね。峰を解いて。峰ですね。その砥石で何千番隊？これは中名倉なんで。中名倉。800。番台にしたら何番大ですかね。体700万。700です。そんなもんですよね。改正が600ぐらい。途切れ一番難しいところなの？先ですかね。難しいところ。まあ難しいっていうか、難しいですよね。まあ人間で言うならね、帽子っていうとここね、ここが人間でいう顔に当たる方なのね。でこの帽子をスカッとこう日本刀だという顔にするにところが一番難しいところで、反り具合とそのこれにあった時代の帽子ってことだね。時代の帽子。時代にあった帽子、お好きな感じでね。それでこうパッと見て、これは腰反りで普通に備前反りという。反り具合、ここで腰でガッとするね。でこれはまあ慶長新都スタイルっていう、このスタイルに合った帽子、いわゆる顔やね、これだけ帽子って言うんですけど、それをこう頭の中でイメージングして研ぎ出すというようななんよね。でそこら辺あたりが一番難しいというか、神経をこう集中するところね。で平安時代とかなんとかって古いもう琴の場合はここがもう三作星で小さな。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。はい。